ワールド3315です。今回の動画はエーデルブロックキャブレター 1406600CFM のエレクトリックチョーク付きのキャブレターです。そのキャブレターをキャリブレーションキットを使ってより車体にマッチさせたいと思っております。エーデルブロックキャブレターはだいたいポンと付け替えただけでだいぶ調子が良くなる。でものすごくセッティングが出しやすいっていう印象があると思うんですけども、実はこれエーデルブロックのメーカー自体がやっているセッティングで、あくまでも、ざっくりとだいたい350エンジンぐらいだったらこのぐらいなんじゃないかなっていうところで合わせてあるんですね。で350の中でも例えば190馬力があったり250馬力があったりで、その差っていうのはだいたい合うようになっているだけであって決して合ってるものではないんですね。でよりこれをキャリブレーションキットを使って合わせることによって劇的な変化が出ます。そして今回の、お車なんですけども、これはですね94年の、C1500 シルバラード、前回 TBI からキャブにするっていう動画をやった、車両なんですけども、これはハイブリッドとかって言ってますけども、点火時期の調整はノーマルのコンピューターの部分を残してやってます。そしてスロットルボディインジェクションをキャブレターに変えたっていう、そういったものなんですね。で変えてだいぶ本当にガラッと変わるぐらい調子がよくパワフルに走ってました。もともとは、このオーナーさんはキャリブレーションキットとかを使ってキャブをいじり倒したいっていうのが当初の目的だったんです。それを今回やってみました。では早速内容がこんな感じです。今日キャリブレーションキット、はい、よろしくお願いします。これですね。はい。14064。あ、これですね。そうです。これは見てですか。このね、結構開かないとね、開かないんで。いいですよ、開けていただいて。はい。まずどんなものが入ってるんですか。ああ、こんな感じなんですね。そう、そんな感じなんですよ。上の段のその丸ポチみたいなのがメインチェルト。はい。その真ん中のがロットですね。これですね。はい。でそのバネがステップスプリングっていうんですけど、はい。前回がフラグを見て、はい。下が濃くて上が薄い、はい。要は待ち乗りしてて燃費が悪い、はい。そこら辺ですね。はい。そしたらば、下を薄めるっていう方向でいくんですけど、はい。その前に、このステップスプリングをはい最初に合わせようかなとも思ってるので、はい。最初にまず不圧を見てみますか。あ、わかりました。不圧を見てからはいキャブ外しましょう。はい、わかりました。それではい。行ってみます。はい。じゃあ、ステップスプリングを合わせるのに、不圧を見ます。ハイパフューム。バキュームのあるところ。さっき外したところに、こいつをちょっと刺してください。はい。上からでもいいです。上からでいいです。はい、OK です。そしたらベルトに触らないようにして、そしたらこれで一回エンジンかけます。はい。で、どのぐらいバキュームが出てるか、チェックします。かけます。はい。今が、この状態なんです。この1番です。1番。はい。でここが、一応ストックキャリブレーション。はい。それで、
こっちに行くとはい濃くなる、はでこっちに行くと薄くなる。い。はで今薄くしたいので、い。はい。燃費が悪いということで、はい。こっちに行きたいわけですね。はい。こっちに行きたいんです。そうすると薄い、はいリンは薄い。はい。その代わりパワーもまあ落ちると。はい。でもまあパワーが落ちるどうこうは前回での話なんで、はい。これはあくまでもちょっと中間を合わせたいっていうことなんです。はい。それで、本当はこのロッドだけの交換っていうのが一番楽なんですけど、はい。それがこの1406ってできないんです。はい。だからこれキャブセッティングってはい濃くするときはドーンって濃いところから行っても被るだけなんで安全なんです。はい。薄くするときっていうのは、はい。ドーンとこう薄くしちゃうといきなり焼き付いたりとかするんで、はい。だから慎重にいきたいと思います。はい。だからまずはここの8番、はい。ここ行ってみようかなと思うんです。はい。それで次にまだ薄くしたいなと思ったら7番、はい。こういう感じなんですけど、はい。それで7番と8番ってどうしたらいいかって言いますと、はい。7番がこれはい。で8番がこれ、はい。それで、今が1番。はい。そうするとここに何を、ここがベースではい。 7番8番にするには何を交換するのかっていうのが書いてあるんですね、はい。そうしますと7番見るとロッドとジェット両方変えなきゃいけないです。はい。で今がメインジェットが1427、はい。これがついてるんですけど、はい。でこの1427を1426にしなきゃいけないんですよ。はい。1426。でそれでちょっと小さくなる。はい。だからこれには一回バラバラにしなきゃいけないので、はい。ところが次じゃあ7番よりももうちょっと薄くしたいなっていうといった次のステップ、はい。その時にはやっぱロッドとジェット交換ってなってるんですけど、はい。 8番はこれ同じジェット使ってるんですね実は。はい。だからここを開けて、はい。ロッドだけの交換だけであ、大丈夫。 8番には、はいはいできるんで、はいではまず7番をセットアップしようかな。7番をセットアップ。はい。来ました。はい。はい、それにはですねこの上蓋を開けなきゃいけないんですよ。あ、これを全部。そうです。今その要領は教えますので、はい。これでまっすぐ上に上げるんです。あとは手で抜いちゃって大丈夫です。要はこのロッド、はい。このロッドを交換するんですね後で。あそんなようなの入ってましたもんねこあ。れ。はい。それは慎重に置いといてもらって、でバネも抜いちゃいます。はい。リングの。それがさっきのステップスプリングっていうやつで、あ、これですね。はい。はい。それで同じようにこっちも抜きます。はい。いい匂いします。はい。そうですね。みんなガソリンの匂い嗅ぎたがるんですよ。あと排気ガス嗅がしてっていう人もいますからね。みんな大好きだね、有害物質は。結構回します。いや、そうでもないです。多分もうグラグラになってるんで。はい。
あとはこれを、もうあとこっちも緩めちゃいます。はいで取るときはラジペンでつまめるので、はい、うん、結構ちっちゃいんですね。はい、じゃこれここでいいんですか？あ、はい、いいですよ。あとはね、余談ですけど、はい、アクセル踏み始めに、はいパーンとかっつってこう吹き返しちゃうときとか、はい、あとじわーっと踏んでったときに、はい一呼吸うーんって置いてから加速するとかっていうのは、はい、この加速ポンプのシューターっていう、はい、これがアクセルを踏むとここからシュッシュッとガソリンが出るんですけど、はい、ここの、サイズを変えてあげる。はい、はい。そうするとここのノズルが太くしたり細くしたりできるんですね。へだから大体ちょっとプラグかぶってんのかなっていうようはない症状って、はい実は燃料が足んないんですよ。え。多いんじゃなくて。だからこれをちょっとこう太いやつに変えたりしてあげるだけで、はいダッシュ力の出だしとか変わってくる。あフィーリングはもうそれでガラッと変わりますから。はい。あ、なるほど。ここもそうあれですね。一応いじれるところはいですね。はいでもまあ多分必要ないと思うんですけどね、はい今回は。で今度はこのメインジェットをですね、はい例の7番。そうです7番がですね、そうですね、この1426っていうようにしたわけですね。はいということははいこっちを見ますと、はいこれで見ると、はい1426ははジェットに120の395って打刻されてます。い。120の395。そう395。ちょっとそれをいいですかどうぞ。120の395。それを見えますこれねもう無理なの50過ぎると僕多分まだそう小さい。 395って書かれているような感じがします。ただ398っつうのもありますからねはい。これはこれ395っぽいですね。でもあ、そうですか。はじゃあ一応それを弾いといて、はい全然見えない。これにそうでこっちもどうですかね、同じようにそれ395です。あ、395です。あ、はい。わかりました。こっちの方が綺麗に書いてありますね。はい。まああとはこの穴の径がはい大中小ってなってることなので、はいそしたらじゃあその395をはいそこに入れます。はい。こういうさキャブセッティングのジェット交換っては一番何が大変かっていうのは年長とかはすぐ合わせられるんですけど、いはい。これが見えない。あだからみんなでこれどう2だなの5なの6なのとかって始まって、あ。はそうもうみんな見えない人たちでそれでテンパってい。これ締めるのは結構急でいいんですか？キュッとで大丈夫です。蓋しちゃいます。蓋しはい。これだけのためにね。で例のダルマピンですね。なりますよ。難しいやつ。そう難しいですね。エーゼルブロックの人たちってはいどうやってやってるんですかね。ハートの人とか見えてるんですかね？ハートタイマーの人とかもうあれなんですよ。もう見てなくて感覚なんじゃないですか。これ穴がまず穴って言ったら多分これ溝なんですよ。パチか。そうパチなんです。すごいですよね。だからでかい手で。すごいですよ。よく漁師町でね牡蠣を剥く人たちいるじゃないですか超早いの、多分感覚でサクサク入れてくるんですよこれ。そういうことですか。こういうなんか自分のマシンをいじれるっていうのはもう嬉しいですね。
エーデルブロックのハードタイマーの人たち超速いんですよ。そうですね、これ。そしたらですね、次はステップスプリングいきます。はい。まず最初にね、バネが入ってたと思うんですよ、はい。ここに。はい。それで、さっきあれですね、負圧測ったじゃないですか。はい。で、マイナス20、はい。20だったんですね。はい。それで、このバネっていうのは、その数字割る2なんですよ。割る2。そう。だから本当は、ここだとほら、3、4、5、7、8とかってなってるんですけど、はい。本当は10っていうのが欲しいんですね。でもそれはないので、はい。8。8番というと、まあ、本来は、なんだろう。8番だから、さっきの負圧が、20だったんですけど、はい。まあ、8に16だから16用はい。しかないので、はい。もうそれでいくしかないんですね。はい。例えばそこの負圧が10だったとすれば、割る2でこの5、はい。オレンジ色を入れればいいわけですね。はい。でも、さっき測ったら20とだいぶあったので、はい。シルバースプリングってこれですね。これ。はいはい。それを入れます。はい。だから今まで多分これね、イエローだと思うんですよ、黄色。ああ、なんかそんな感じしますね。はい。なんかこれと巻きが似てますよね。はい。あ、これが。うん。だから3だから、3じゃない、4か。4だから全然合ってないですよね。ああ、なるほど。そう。おそらく、だいぶアクセルの付き変わると思います、これで。あ、マジですか。はいあそしたらですね、次、ロットです。ーはい。ロットが難しい。また、これ G また見なきゃいけない。そうそう。次はロットが、はい。この1456っていうやつにするんですね。 1456。はいはい。で、1456っていうのはどれなのかっていうと、1456、これ。はい。ロットに、これね、73-47って書いてないんですよ。はい。7347って書いてない。 734、今度4個出ますね。それがこのロットの脇に、はい。ちょっと見て。そう、7340。 7347? あ、7347。これすごいですね。すごいですよ。これも違う。7347。ルーペ見ててもわかんない。あった、これだ。7347。 7347。はい。これです。はい。後ではい。使うかもしれないんで、その勢いで、はい。多分、この1455っていうやつが8番だと思うんですよ。はい。 1455。 1455。 1455見といて、それを弾いといた方がいいですね。あ、このやつ。うん。そして、これを、入れ替えます。はい。これね、スプリングがついてますから気をつけて、ここに。ああ、はい、なんとなく。外れないように。はい。ただこれはね、ダルマピンとはちょっと違って、はい。ちょっとこう手で押さえてると、スッスッと抜き差しができるような、はい。こういうバネです。ああ、はい、はい。だから下に下げる。入ってます。はい。あ、そうですね。はいはい。そしたらもう入れちゃいます。はい。でもう一個ですか。それで押すとピコピコあれへこみます。はい。それでこう、あとはもうそこを蓋しちゃいますので。はい。はい。はい、OK です。これで、はい、じゃあメインジェットと
変えて、はい7番にして、はいでステップスプリングもクワッドに合わせました。はいそしたらじゃあ、取り付けるんですね。はいはい。はい、いいですよ。はい行ってみましょう。はいまあ、慌てないで、全然今日交通量少ないんで。はい行きますはいはい。すげえなんか、違いますさっきの出だしのところでもあとはね、なんか、ステップスプリング変えると、はい一番よくわかんのが、ランクルの方が言ってたんですけど、高速乗ったらね、全く違うっつってました。伸びるってことですか、追い越しとかも全然やっぱ、レスポンスが違うっつってましたね。まあ、おそらくこの、全開のところじゃないんで、はいこう巡航してたりとか、街乗りのところ、はいただ、音は軽やかになったんじゃないですか、だいぶ。なんか出だしとは吹き上がりっていうかこのアクセルについてくる感じっていうかいはい、そこの辺であれですよね、広いところで一回止まって、はいスタートからドーンって踏んでみましょうか。はいはいじゃあ行きますいいですよ。コイルスピンしてますよね。してますはいすごいパワーすごいですねすごいですねそう。やっぱ次合わせるにしても、はい前と比べてどこがどう変わったかっていうのがはい分かると。ググググっていうトルク感はすごい感じましたはい。だから燃料ってほら濃きゃいいってもんじゃないですよね。はいはいみんな濃い方がパワー出るとかトルク出るっていう風に言うんですけど、はい実際違うんですよ。この辺がすごく軽やかな音がしてます。そうですねはい。あと助手席乗ってると分かるんですけど、結構ねシートにグーってはい G をそう G を僕も G 感じますねもう一回この辺でいいですよ。コイルスピンですと。いやすごいです全然違うですあ、そうですか。全然違いますこれ自分でやってたんですけど前でもすごいですこれもうなんか行きたがるっすねガーって思いっきりすごい調子いいですよ。すごい調子いいですね多分この音だとね燃費もだいぶ上がってると思うんですよ。なんかそうですねこれ左行きます。もっとなんかばらつきのあるはい。キャブ車っぽいっちゃキャブ車っぽいような感覚があったんですけど、これはなんかばらつきがなく、はい、スムーズ感があるなんていうんですかね、多分ねニュートラでバーンって空ぶかししてもレスポンス良くなってると思うんですよね。そうですねまだもう気持ち薄くできる感じしますね。もうちょっとですか。もうちょいいけるような気がします。だから8番にするべきか7番の方が調子がいいのか。あと合わせるとしたらこのまま例えばどっか広いところで全開走行するんじゃないですか、それこそセカンダリーをフルで使う、まあまた2足ガーッと踏んでって3にポンと逃げちゃうとか、この辺で1回やっていいですか。どうぞ。2足に入れます。はい。これが3足か。いきます。はい。十分ですね。だからそこで、プラグの色が、茶色く焼けてくるのか、今みたいな走りをして、でそれとも白くなってくるのか、白くなってくればセカンダリーを 4% 上げるんですよ。それでもしそこが茶色ければ全然やることないんですけど、であれですね、セカンダリー 4% 上げた時に、じゃあ OK です。それでプラグが茶色に
なってくれればいいんですけど、はいそれでもちょっと黒っぽいってなったら今度プライマリーを8番にしてはいちょっと薄くする。まあそれちょっとやり方教えますので、はいまあ今のフィーリングでどうかですよね、問題は。もう一発プラグ焼くようだったらもう一周しますけど。もう一発ちょっと焼きます、はい。普通に乗ってこうなんか全然高速でもいけちゃうような。はいね、かといってあんまり薄すぎても今度トルク感なくなってくるのと、まあ、焼き付くとか心配いらないと思いますけど。つながりはいいですね。つながりいいですね。今みたいな踏み方のつながりが、ステップスプリングの効果なんですよ。あそこのバネ、あれが全然今まで合ってなかったんで、なんかこう踏みたくなっちゃいますね。そうなんかね、スピード乗るのが速いですよ。すごくいい感じです。いい感じです。そう、まあ、こんなこと言っちゃいけないんでしょうけど、インジェクション乗ってるみたい音はキャブですよ、ただこの体感がインジェクションみたいな、つながり綺麗ですね。そうなんですよ。もうどっから踏んでもやっぱトルク出ますね。出ます、おお面白いですね。また2速ホールドフルスロットルでいきます。やっぱりちゃんとやるべきですよね、こういうことね。そうですね。やり方としては濃いのか、今が濃いのか薄いのかって判断ができれば誰でもできるんですよ。いきます。はい、どうぞ。もたつくところとかも全くないですよね。ないです。今のままでいいんじゃないかなと思うんですけど、僕もちょっとこれでなんか今ちょっと追求しようっていう気持ちはないです。そうですね。十分ここでもう出だしが違うんで。そうですね。この曲がって立ち上がるところですね。乗ってて楽ですね。まあ最初にキャブにした時の市場、その時と比べると全然違いますよね。だから前にほらね、キャリブレーションキットを使う前に1回ぐるっと回ったじゃないですか。その時の方がなんだろう、ギクシャクしてたって感じ。まあ、よく言えば荒々しかった。それはありますね。だからパワフルになったような気になってたっていう。そうですね。そうです。そう僕も含めて。でも実はこうやってピタッと合わせてくると全然こっちの方がパワフル。そうですね。安定したパワフルですね。そうです。アイドリングも五十嵐さん合わせてくれたんでいい塩梅だ。いいですね。そこまで思いっきり踏んでないですからね。前よりアクセル踏まなくても同じスピード出ると思うんですよね。みんなやっぱキャブ変えて調子よくなった気でいるだけなんですよ。だからその向こう側に行けばもっとそれでまあ戻って、ちょっとフード開けとけばすぐ冷めるんで、プラグ見てみたいと思います。一切ばらつきもたつきないですね。おそらくね、キャブ乗せてこういう風に走れてる人すっごい少ないと思います。変わるもんですね。あんなちっちゃい部品なんですけどね、これがね面白いんですよ。さすがやっぱりバ
ぱその辺はもうアメリカ人は車に関してのことはもう遊び心がすごいですね。すごいです。お疲れ様です。お疲れ様です。そうですね。まずはお疲れ様です。お疲れ様です。あとはちょっとプラグ見るのが楽しみですね。はい。今巡航しているところが、はい。ここだったのを薄くしたんですね。はい。要はクルーズっていうのは巡航です。巡航、はい。巡航しているところを薄くしたんですね。はい。だいたいここで 4% で 8% だから6% ぐらいは薄くしたってことですね。い。はい。それで今ちょっとドーンって踏んできたんで、はい。次セカンダリーなんですよ。はい。それでこの状態でドーンと踏んで、まあプラグの色がはい白くなるようだったら、はい。セカンダリーが薄い。セカンダリが薄い。そうそしたらばセカンダリーのジェットをはい 4% 上げる。はい。それでその時に今度ドーンと踏んでみて、そこで茶色くなってくれればいいんですけど、はい。プラグが今度黒くなってきた場合、はい。そしたらばプライマリー側をはい。 7番にしてはい薄くしてあげるんです。はい。そうすると全開にした時に濃い分、はい。それがここで薄めてくれるんですよね。まあ、ちょっとステップスプリングとジェット取って両方いっぺんに変えちゃったんで、はいどっちがどの効果かっていうのは分かんないですけども、はい結果的には多分いい結果が出てると思う。今そうですね。あと気になるのがそのセカンダリーですよね。うん、そうですね。まあそこまで完璧に合わせてくるとだからね、それはもうそうなんですよ。あとはもうオーナー次第で、ここからはオーナーの問題になってくるんですよ。いい感じだとは思うんですけどね。もしかしたらちょっと白寄りかもしれないですけど。そうちょっとね白いぐらいの方がは薄いってことなんで、はいパワーが出るんです。ただそれが、白と茶色の間、はい。まあ犬でいうとラブラドールのイエローか、はいまあ、ゴールデンレトリバー色、はい。あのぐらいになるともうグイッとくるのそうそこはもういろいろ連絡いただければ大丈夫なんで、はい。合わせてみてくださはい。わかりましい。まあ本当フルスロットルの時に十分な燃料がエンジンに入ってちょうどいい燃焼効率、た。うん。それもね、12.6 対1ぐらい、はい。ガソリンが1に対して空気が 12.6、はい。その混合機が出ればズコーン。うん。あとはこれで走り込んではい。どういうふうに焼けてくるか。確かにあのぐらいの走りしてればいい焼けだと思うんですよね。ん。だからプラグが焼けてる、ちゃんと綺麗になってるから調子がいいっていうわけでもないんで、はい。やっぱり焼けと体感とが合致しないと、ああ、やけと体感。体感が良くてもほら真っ白だったり真っ黒だったりとかするパターンがあるんで、はい。であとそれはその人の感じる個体差ですから、はい。 1回目はホイールスピンテストしたじゃないですか。はい。でその時ってこうキュ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 っていう感じではい。終わったけど、2回目やっぱちょっとこうプラグのくすぶりが取れてきたというか、は2回目やった時って結構長いことホイールスピンしてい。そうそうそう。なんかちょっと戸惑って話しちゃったんですけど。はい。あのまま踏んでたら多分長いこと。そうですよね。いけてましたね。はい。こういうこと言っちゃいけないんですけど、はい。やっぱアメ車ってこうホイールスピンするイメージですよね。そうですね。やっぱりさせられるものだと思ってます。そう。やっぱりドーンって踏んだ時にキャーってこうホイールスピンすると、もうみんなそれがやりたくてアメ車買う人もいるんで、そうです。ホイールスピンはまあおまけだとしてまあ調子は調子いいです。楽しいですね。やっぱり。面白いですよ。ただホイールスピンばっかりさせてると次今度ミッション行ったりするんで、そう高いもんつくんで、はい。そうここ一番という時だけそう雨の日とかは大丈夫です。雨の日は大丈夫です。そう、はい。路面が濡れてるんで。楽しかったです。はこれ
でまた一つ勉強になりました。いやもうあと、ね、できるんで。キャブはやっぱアナログだけにあってこう変化を感じられるのがいいですね。ちょっとこうしたもんだけで。そうですそうです、いじればいじっただけ、うんエンジンにぴったり合ってくればカタログスペックに近いパワーは出てくると思います。またあれもあるんですか、このデスビをちょっとあれも工夫できたりするんですか。できます、もしねまた続けるようだったら次は車を速く走らせためのセッティングっていうのがあるんできりないんですけどキリないですね。でもそうきりないんですけどねまだいけるんですよ、まだ実はまだなんかいろいろちょっと味わいながら行きたいです。そうですね、あとは本当いろいろいじってみてミクスチャーとかも変わってくるかもしれないです。はいもうチョークもねいじれるようになってしまったし、はい一通りもうできるんじゃないですか、これに関してはこの数字の見方と、はいあとその打刻が見えるかどうかのあー視力の問題ですから、はい僕もこのぐらい劇的に変わるとすごいなんか面白かったです面白かった、そうですね、まだやり込むようでしたら、はい、お付き合いしますので、はい、ありがとうございます。とこんな感じでぐるっと回ってセッティングが終わったんですけども、正直すごい変わりました。どういうふうに変わったかって言いますと、本当にこう無駄がない、今まで無駄に濃い部分があった、そして薄い部分もあったみたいなところが補えまして、本当にこう車体にぴったり合って軽快に走るようになりました。このキャリブレーションキットの使い方っていうのも、濃いか薄いかの判断がつけば誰でもできるんですね。これ難しいもんでもないんです。これキャリブレーションチャートっていうなんかこの碁石のような白と黒のチャート表みたいなのがありますけども、これは見方さえ分かってしまえば、正直安直なんですね。ですから答えを見ながらテストをやってるみたいな状態です。ですからそんな難しいものではないので、皆さんもぜひもうちょっと追求するっていうよりは車体にぴったり合わせることによってより楽しい V8 ライフが楽しめると思います。そんな感じで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。